インクラフトライブ2023。今年はどのようなアップデートが来るのでしょうか。一番来るのではないかと言われているのがエンドです。理由は2つあります。1つ目は、昔バージョン 1.9 でエンドアップデートが来たことがありましたが、エンド式が追加されるだけで、ネザーや洞窟とだけアップデートほど大規模ではありませんでした。オーバーワールドやネザーと比べて新要素が少ないので、少し物足りない気がします。エンドにある構造物はエンド式しかなく、モブはエンダードラゴン、エンダーマン、シュルカーだけでかなり少ないです。なので今回のアップデートで新モブや構造物が追加されるのではないでしょうか。理由2つ目は、ネザーやオーバーワールドはアップデートで変わったのにまだエンドだけはアップデされておらず変わっていないことです。ネザーは昔、ネザー要塞しかない場所でしたが、1.16 でネザーアップデートが来たことにより、様々な構造物やバイオーム、モブが追加されたりしてかなり変化しました。オーバーワールドも村が進化したり、洞窟が広くなったり、桜バイオーム等の新しいバイオームが出たりなど、かなり変化しました。しかしエンドはまだ何も変化していないので、今年来るのではないかということです。理由はこんな感じです。個人的にはエンドに木が生えたり、新しい鉱石が出たり、エンドラより強いドラゴンが出たり、新しいブロックがたくさん増えたらいいですね。エンドしてを探すときにずっと同じ光景なので、島にバイオームを追加するのは面白そうですね。現時点のエンドでは、エンダードラゴンを倒したらあとはエンドしてを攻略する以外することがありませんが、別の島に新しいドラゴンが出たり、ピグリン要塞のような要塞が出たりするとさらに楽しくなりそうです。しかし今までのアップデートでは、探検アップデート、村と役立つアップデート、ネザーアップデート、洞窟と崖アップデート、旅路と物語アップデートなどありました。この共通点は、誰でも簡単に行けてマイクラの新しい世界を楽しめるというところです。それに対してエンドはどうでしょうか。初心者の人では行くのは難しいだろうし、もしエンドアップデートが来てバイオームだけ追加されるだけならいいですが、エンダーマンが強化されたり、新しいモブが追加されたらもっと攻略が難しくなります。なのでエンダードラゴンやエンダーマンは強化されず、本当は今までと変化なしの方が都合がいいのではないでしょうか。変化されるのは周りの浮島だけで、3種類くらいのバイオームができ、基本モブはエンダーマンだけですが、バイオームに応じて出るモブが変わっていくのがちょうどいいのではないでしょうか。そして一つのバイオームにダンジョンのようなものができ、そこに新しいボスが出てくると良さそうですね。それなら初心者の方もそのダンジョンに挑戦するかしないか自分で決めれますし、エンドしてにだけ行くことが可能です。そしてネザーのように新たな鉱石が追加されると面白そうですね。新たな鉱石が追加されることにより新ツールや新装備ができますね。このように昔のネザーアップデートのようにしたら良さそうですね。エンドアップデートについてはこのくらいです。次は現時点のリーク情報を紹介します。一つ目は、自動クラフトについてです。この情報は、ダンギョーミーというマインクラフトリーカーがこの自動クラフトができるような画像を投稿しました。昨年、ロージャー・バッチアーマンというマインクラフトリーカーがラクダや考古学など、まだ発表されていない新要素をリークしていました。この人物は昔マインクラフトの開発者でした。そして今回 1.21 のアップで内容をリークしたと思われるダンギョーミーと昨年 1.20 のアップで内容をリークしたロージャー・バッチアーマンに共通点があり、二人が同一人物である可能性があります。同一人物だった場合、昨年 1.20 のリーク内容が当たっていたため今年も当たる可能性が非常に高いですよね。ということで海外で自動クラフトが実装されるのではとかなり話題になっています。もし実装されるとしたら、このホッパーの中に作りたいアイテムの材料を入れて、作業台にレッドストーン信号を与えると自動でクラフトされます。作業台の周りに何も置かなければ作業台の横にクラフトされたアイテムが出てきてくるのではないでしょうか。回路などに使用するときはホッパーをつけると効率よくクラフトできますね。この自動クラフトはかなり便利で、今までは大量のアイテムをクラフトするのはかなり大変でしたが、これが実装されるととても楽になりますね。さらに、自動クリーパートラップで出た火薬と、自動サトウキビ畑で出たサトウキビを自動クラフトで紙にし、火薬と紙を合わせることにより完全放置で花火ができますね。そしてダイヤ3個と棒を2個入れると何ができるでしょう？レシピはダイヤのツルハシとダイヤの斧がありますよね。この場合ランダムでどちらかになるとかはないと思うので、信号強度での切り替えや、作業台にクラフトレシピを登録してアイテムをホッパーとかで入れるなどまだどうなるかはわかりません。そもそも本当に来るのかすらわかりませんからね。自動クラフトはこんな感じですね。このアップでは嬉しい人と悲しい人で分かれそうですね。次はその他のリーク情報です。この情報は、ダンギョーミーが 1.21 のアップで内容のヒントを出し、海外の方が予想した内容です。一つ目のヒントは、穴の絵文字です。この穴の絵文字は古代都市にある豪殿の口にあるポータルのような部分を示しているのではないかと予想している方がいました。二つ目のヒントは音と箱の絵文字です。音は私が調べた限りわからなかったのですが、箱の絵文字は石のチェストが来るのではないかと予想している人がいました。どうして石のチェストだと思ったのかはよくわかりませんでした。現時点のリーク情報はこんな感じです。今回の 1.21 アップデートはすごく楽しみですね。私は 1.20 にエンドアップデが来ると思っていたのですが来なかったので今回来てほしいですね。
そしてリーク情報についてですが、リーク情報は全て英語で私は英語が苦手なので違う解釈をしている可能性があります。もし違うよってところがあればコメントで教えていただけると幸いです。そして 1.21 何が来るか皆さんの意見も聞かせてください。マインクラフトライブは10月16日午前2時に始まります。モブ投票は10月14日午前2時から10月16日午前1時15分までです。モブ投票のモブはまだ発表されていないのでそれも楽しみですね。それまで何のモブやアップデートが来るか予想するのも楽しいですね。それでは、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価お願いします。